レーザーグリルがバージョンアップしたので両面基板を作ってみた。1、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。久しぶりにレーザーグリルを起動したらバージョンが 7.14.1 に更新されていたのでちょっと操作してみました。私のマシンはソボル SO2 です。使用感は機種やレーザーの性能によって違いますが G コードや操作に関してはマシンが違っても同様だと思います。これからマシンを再調整して更新されたソフトの使い方を紹介しながら両面基板を作っていきます。両面基板は片面と違って基準点やテーブルの傾きをしっかり調整しないとうまくいきません。マシンの調整は一見難しそうですが要点を捉えればさほどではありません。出来方は最後の微調整をクリアするだけで抜群に良くなります。更新されたソフトは日本語化されていて今までの英語操作とは少し勝手が違いましたがすぐ慣れるでしょう。旧バージョンの操作に関しては説明欄から過去動画をご視聴ください。興味のある方は動画がシリーズになりますがどうぞ最後までご視聴ください。ハニカムもどきテーブルを使うための調整。黒のボディは製品本体でそれ以外のアルミや木材は自作しています。これから彫刻を正確にプロットするためにハニカムもどきテーブルの位置を調整します。特に両面基板の彫刻にはテーブルの傾きや理角調整が重要です。テーブルの高さはアルミとゴム足で 24mm です。なのでスタンションを二軸角の木とモールを使ってその分高くしてあります。モールはスタンション 4mm を受けやすくするためです。こんな感じでスタンションにフィットします。これで高さは揃いましたがこれからテーブルの左右上下の位置と傾きを揃えていきます。レーザーと軸の理角調整。これはレーザーの原点とオフセット位置を示した図です。ソフトでレーザーヘッドをオフセット点に移動してそこにテーブルのオフセット点を合わせます。実際にはレーザーが4軸角なのでそのつらい位置で調整します。この角に合わせます。この金具でテーブルの位置調整が可能です。レーザーをソフトでオフセット位置に移動させてテーブルのオフセット点の寸法を合わせます。この角がオフセット位置ホームから 25,25 です。レーザーの焦点距離は保護ガード下 7mm です。なのでいちいちスケールを使わなくとも良いように厚さ 7mm の板を作ってあります。表面に 0.1mm の板を貼って厚さを微調整してあります。テーブルの縁は焦点距離の都合上あまり高くはできません。高くするとレーザーが激突することになります。ノブを回してヘッドの高さをこの板がギリで入るようにします。こんな感じです。最終的にテーブルを Y 軸と平行にするためアングルで固定しました。接続点は超穴にしてあるのでアジャスト可能です。おのおのの場所で水平を確認します。水平を確認したらネジを3箇所緩めてテーブルの位置を調整します。そして軸との距離を誤差 0.5mm 以内に収めます。彫刻の出来方は
テーブルの位置だけではありません。部材が直角でなかったり、置き方にズレがあっても変わります。私の手ではそれ以上の精度は無理なので、あとはオフセット値を調整して収めることにします。もちろんレーザーは垂直にセットされていることを前提にしています。すべての直角や平行、垂直を誤差ゼロにすることは無理なので、オフセット値を 0.1 ミリ単位で調整して回避します。このように極力誤差を少なく、テーブルの位置を調整して固定します。オフセット点の微調整。オフセット点の調整をするためにこの図を彫刻します。これは基板端から1ミリの線を4本描いた図です。目的はオフセットの距離と傾きの調整です。図が傾いて描かれると、基板を反転させた時には図が逆側に傾く理屈です。両面基板の場合、ランドのビアは裏側のランドと一致しなければなりません。これはそのために必須の作業です。オフセット値 25,25 で彫刻をした1回目です。傾きがあって図が左にずれていることが分かります。金具を調整して2回目です。1回目と2回目を並べてみます。右が2回目ですが、少し良くなったものの未だ不十分です。3回目です。これでどうでしょう。左に少し傾いているように見えます。3枚並べてみると良くなっていく変化が分かります。これ以上は多分傾きが行ったり来たりになるので、あともう少し調整して終わりにします。最終的にもう少し試行錯誤してテーブルを固定しました。この状態でパターンを彫刻してオフセット位置を 0.1 ミリずつ微調整します。それでは次にパターン図の準備にかかります。パターン図の作成。これは別チャンネル動画で出しているカーテシ LED を点灯させる回路です。詳しくは説明欄のリンクから動画をご視聴ください。今回この回路の基板を両面で製作します。片面でできるかなと思ったのですが、考えてみると無理でした。部品配列とヒートシンクの製作図です。基板の大きさは図の通りで、ピンピッチは 2.54 ミリです。リレーのリードに合わせた流れです。この回路図でパターン図を製作します。配置図をもとに裏側のパターン図を作ります。部品同士をパターンで結んでいきます。こんな感じです。パターン幅は 1.5 ミリ、ランド半径は 1.2 ミリ、穴半径は 0.375 ミリ、理角は1ミリで描いています。銅箔を残すところに 0.015 ミリピッチでハッチを描きます。続けて表側のパターンを作ります。表側のパターン図です。裏側に部品のリードが貫通するので、その部分は銅箔をなくします。リアは5箇所設けます。意味はないですが、表と裏を重ねるとこのようになります。70×100 ミリの大きさにパターンを4つ収めた図面を作ります。この図で彫刻を行います。
続けて表側のパターンを作ります。表側のパターン図です。これらの図でレーザーファイルを作成します。キューブ PDF での作業。キューブ PDF は Windows 上でフリーで使える仮想プリンター形式の PDF 変換作成ソフトです。レーザーグリルを使うには彫刻データを写真ファイルに変換する必要があります。このように彫刻用の図面を作ったらファイルをキューブ PDF で写真データに変換します。事前にダウンロードページから最新版をインストールしておきます。 CAD の印刷画面からプルダウンメニューでキューブ PDF を選択します。好みの写真ファイル形式を選択して OK を押します。起点を左下隅に変更して印刷をクリックします。設定画面が表示されたら名前を変更します。ファイルタイプの中から自分の好きな形式を選びます。画像をできるだけ鮮明にするために解像度を1200に上げます。変換を押します。ファイルの出力先がデスクトップになっていますが変更もできます。フォトでの作業。自動でフォトが起動して変換ファイルが表示されました。なぜか編集できないのでフォトを再起動します。目的の画像はこれです。この編集アイコンを押して簡易にトリミングします。トリミングを選択します。フォトでは画像の大きさジャストでトリムできないのでここでは必要な画像の近くまでトリムします。画像を上書き保存します。これは冒頭でもご視聴いただいたレーザーグリルでの表面彫刻動画です。バージョンアップすると旧バージョンに上書きされます。旧バージョンと同様画面左側には G コードの流れが確認できます。画面のタッチは変えられますがデフォルトではナイトモード風になっています。基本的な操作は変わりないようですが前より操作性は良くなっているようです。今回はここまでとさせていただいて次回はレーザーグリルの操作から始まります。前置きが長くなってしまいましたがいよいよ核心に触れる部分になりますのでどうぞご期待ください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。